父が亡くなった。すべての手続きを終えて、葬儀、通夜の準備が万端整ったのだが、私の夫がやってこない。いつも汚い作業着着て、底辺仕事の父親だろ。遺産もどうせないんだから、やるだけ無駄じゃん。言葉が出なかった。もう愛想も尽きていたから吹っ切れた。葬儀後、離婚を切り出すと、夫は待ってましたと言わんばかりに食い気味で承諾した。離婚届に記入しながら、ニヤニヤと笑って私に言った。離婚はいいけどさ、困るのはお前だろ。私は全然困らない。多分困るのはあなたの方だよ。私の名前は前山理沙。大学新卒として建築会社に入社してから事務職として働き続けている。年齢も30代前半といういい年齢になってきた。結婚しているのだが子供はいない。夫の修二は根っからの遊び人で、パチンコ、競馬、競艇、酒、タバコ、女遊びの話題は尽きなかった。一時期、夫と一緒に子作りを頑張ったことがあるのだが、ひょんなことから中断になって以来、再開されることはなかった。私の方からも催促することはなかった。というのも、中断の理由が性感染症にかかったからだった。私は結婚後は夫以外に性交渉を持ったことがないので、夫の女遊びの延長による感染と考えるしかなかった。修二にそれを問いただすと、忘れちまったよ、そんなことはな。という忘れた、聞くなの一点張りで、控えるように言うのも諭すのもできないまま話は終わってしまった。そうしたことに加えて、酒癖の悪さや素行の悪さなどが目立ってきて、愛想がつき始めていた。そんな結婚生活を送っていたある年の冬、父が亡くなった。もともと体の健康状態があまり良くなく、気をつけるように何度も言っていたのだが、働く以外に趣味のない父は、年がら年中働き詰めだった。職場で倒れ、入院してから坂道を転がるように容体は悪化し、58歳という若さで亡くなってしまった。父は一人親方だった。個人事業主として働いていた。建築関係の仕事のある分野を1から10までたった一人で行える技術と知識を持っていた勤勉な人だ。契約を結んだ会社側が休むように言った次の日にも出勤していて、若い社員たちを驚かせたそうだ。母はいない。根っからの仕事気質な父の性格についていけずに、父と私を置いて出て行ったらしい。聞けば私が4歳の頃のことだった。父は面倒見もよく勤勉な性格で、何より腕が良かったために職人としての信頼も厚かった。亡くなった父を病室で見とった後に、葬儀、通夜などの手配を始めると、父と仕事をしたことのあるたくさんの人がお悔やみの文や電話をくれた。とてもありがたいのだが、その対応だけでも大変な時間がかかってしまい、お坊さんとの打ち合わせは全く進まなかった。ほとんど自宅に帰る暇もないまま、ようやくすべての手配を済ませて、会場の一室に敷かれた布団に横たわる父を見ながら過ごした。会場の近くに父の弟である叔父の自宅があり、休みに来てもいいと言われたが、少しでも父のそばにいたくて、私はそうしなかった。ところで、葬儀の手配を始めてから、再三にわたって修二に連絡を入れていた。電話の折り返しもメッセージの返事もない。また賭博か何かで忙しくしているのだろう。仕事でないことは確かだ。式当日、私は父の兄弟と一緒に参列してくださった友人、知人、仕事の関係者に丁寧に挨拶をした。中には私の勤める会社の取引先の人までいた。いい娘さんを持ってお父さんも幸せだったでしょうね。との優しい言葉に頭が上がらない思いだった。
全工程が終了し、一息ついた時にも夫に連絡を入れてみるが、やはり応答はなかった。リサ、身の振り方を考えた方がいいよ。このままだとお先真っ暗だ。お前が一番わかってるだろうけど、俺たちは亡くなった兄さんの代わりにリサのことを心配してるんだよ。おじの言葉に最近の出来事を思い返す。返答のない電話、ろくでもない趣味、冷たい態度。どうしてあんな人と共に荒れると勘違いしていたのだろう。絶望と後悔、疲労も相まって涙がこぼれる。私を慰めながら、その時には力になってくれるとおじは言ってくれた。帰りに私はスーパーへ寄って、父が好きだった焼酎を買った。それを飲みながら、これからのことをよく考えようと思った。帰ってみると驚いた。夫の修二が帰ってきていたのだ。夫はヘベレケに酔っ払っていた。リビングのソファーで大の字になって寝ている。ローテーブルの上には無数のビールの空き缶、つまみのスナックがあちこちに散らばっている。ちょっと何してるの？充満するアルコールの匂いに、とにかくそう尋ねるしかなかった。なんだよ、帰ってきたのか？おい、ちょっと水割りを作ってくれよ。ビールに飽きちまった。夫は新しいお酒を取り出そうと冷蔵庫を開けて、中に氷がないのを知るなり、扉をバタンと閉めて改めて私を見た。お、なんだよ、酒を買ってきてるじゃないか。ほらよこせ、ぼーっとするな。夫が私が持っているスーパーの袋に手を伸ばして、その袋から父が好きだった焼酎を抜き取ろうとしてきた。私はその手を思わず払いのけてしまった。パシンとはっきりとした音が鳴ったので、確かに強く打ってしまったのは間違いない。夫はただでさえ酔って赤い顔を怒りでさらにあからめながら私を睨んだ。やめて、触らないで。おい、痛いじゃねえかよ。なんだよいきなり。一触即発の雰囲気があたりを漂い始めた。私はもう後には戻れないと思って覚悟を決めると、不思議と口は滑らかになった。私、何度も連絡したよね。お父さんが亡くなったって。どうして葬儀に来てくれなかったの？知るかよ、お前の親父なんて。耳を疑った。この人だって少なからず父と関係する仕事についているはず。それなりの尊敬があったっていいでしょ。それに義理とはいえ家族だ。だいたい会ったのだって2、3回だけだろ。そんなに親しみも感じてねえよ。お前まさか葬儀なんてやっちまったのかよ。当たり前でしょ。バカだね。坊さんにそんな無駄金をやっちまうよりも俺に渡した方がいいに決まってるだろう。いくら払ったんだよ。私は途端に悲しくなった。葬儀の費用はおじたちが大部分を出してくれたのだ。私が負担したのはほんの一部分だけだった。本当はいくらかの貯金と相続する遺産とで払える分にはあったのに、おじたちが今後きっと必要になるだろうからと言って私に払わせなかったのだ。いくらだなんて言えるわけないじゃない。それに値段だってそれほど高額にならなかったから。そう、あまり高額にはならなかった。もっとしっかりと送ってやれればよかったのだけれど。夫に言えないってどういうことだよ。ふざけるな。そんな値の張る金額だなんて俺は許可した覚えはないぞ。俺によこせ。ほっと？妻の父親が亡くなったのに葬儀にも出席しようとしない上に暴言まで言って、それを夫と思えってふざけてるの？貯金だなんてそれも全部俺が稼いだ金だろう。お前は俺に無断で葬儀費用を払ったんだぞ。何度でも言ってやる。ふざけるな。妻だって言うのなら夫を立てやがれ。
そんなことを言うのなら、私の父の葬儀に参列しなかったあなただって家族じゃない。伴侶じゃない。もしも少しでも私のことを思っているのなら、愛してくれているのなら、私の大切な人に少しぐらいの好意を向けてくれたっていいはず。離婚しましょう。私は努めて冷静にはっきりと言い渡した。こっちから頼みたいぐらいだね。こんなやつに家のことを任せてたと思うと寒気がする。これまでもちょっとずつ金を抜き取ってたんだろう。ふざけやがって。離婚してやるともいくらでもしてやる。今すぐ離婚届を取ってこい。困るのはお前の方だ。薄汚い作業着ばっかり着てた底辺仕事のお前の親父も泣いてるな。娘が誰に養ってもらってたか感謝もできねえんだから。親父にも感謝なんてしたことがねえんだろう。俺の方は少しも困らないんだぞ。困るのはお前の方だ。今までやってこれたのは俺がお前の世話をしてやってたからだ。俺のおかげで生活できてたんだぞ。後悔しやがれ。遺産もねえんだ。あるはずねえ。後悔しても俺は知らねえからな。私は大声で言う夫の声を無視して荷物を簡単にまとめた。少ない荷物で必要なものだけを最低限に持つと、私は家を出て行った。ほえ面かきやがれ。私が出て行った玄関先にまで出てきて、背中に夫が罵声をぶつけてきた。涙が止まらなかった。私はそのまま駅の近くの格安のビジネスホテルに泊まった。受付の男性は丁寧に対応してくれたが、泣き晴らした目とぐちゃぐちゃの表情を見て、いぶかしむように私を見た。多分きっとそれぐらいひどい見た目をしていたのだと思う。それもこれもすべて夫のせいだ。言われもない罵声を浴びせられて耐えるしかなかった。鍵を渡されてエレベーターに乗り込みながら、私は今後のことを冷静に考えようと努めた。けれど脳裏に怒り散らす夫の顔がよぎり、思考はすぐ無賛する。悔しくて仕方がなくて私は眠れなかった。眠れないならと持ってきたノートパソコンを開いていい弁護士を調べていたら、離婚届のダウンロード版があるという。私は即刻スマホでダウンロードして近所のコンビニで印刷した。自治体の中ではダウンロード版は受け付けないこともあるらしいが、最寄りの役所のホームページを調べても受け付けないという記載はない。私はすぐに記入して、その足で夫の待つ家のポストに叩き込んだ。それから私はヘトヘトになって、今度こそホテルのベッドで眠った。翌日、会社で休みをもらっていた挨拶回りを済ませて、早めに退社すると、そのまま弁護士事務所へと駆け込んだ。もろもろの手続きや必要なものを聞くと、私はその準備を始めた。夫には離婚届を夜に受け取りに行くというメッセージを送っておいた。その返事はなかったが、既読はついていたので、読んではいるようだ。乗り込むのに私は準備を整えていた。夫が帰っているであろう時間帯に、私はその家を訪ねたが、夫は帰っていなかった。時刻は夜の8時を過ぎている。いつもなら帰ってきていてもいい頃だ。私は待った。待っている間にやることはたくさんある。家の中の私のものをまとめて持ち出すつもりだった。この際、家具は諦める。今の私には大きなものを持ち運ぶ気力もない。だけど、驚くことに、私の貴重品の多くがそこになかった。時計やラグジュアリーなどがなくなっている。全部ではないが、確かに少なくなっている。その上、服や本なども少ししかない。夫が捨てたのだ。泣いたり悲しんだりするのにも疲れて、私はとにかく残っている私物をまとめた。それは大きめのリュックに十分入るぐらいの量にしかならなかった。
私は少なくなっている貴重品やクローゼットの中、まだらに隙間ができている本棚の写真を撮ると依頼した弁護士に送っておいた。夫が帰ってきたのは11時を過ぎた頃だった。おい、盗っ人が入ってきてるぞ。人の金を黙ってくすねる野郎がいる。鍵を返せ、この盗っ人が。どうやらどこかで酒を飲んで帰ったらしい。顔が紅潮していて油ぎっている。それに最近若い女性の間で流行っているような香水の匂いまで漂ってきていた。夫のつける香水の匂いじゃない。それだけでどこにいたのか分かったような気がした。私のものを捨てたの？取られたものを取り返しただけだ。ほら、受け取れよ。離婚届だ。訴えるからね。私と私の父に対する誹謗中傷で。勝手にしやがれ。俺はそんなのへでもねえや。お前みたいな事務職のネクラな女なんてもらってやったのによ。生き遅れで性格も悪い。別れて困るのはお前の方だぞ。それが訴えるだなんて傑作だ。困るのはあなたの方だよ。私は全然困らないから。私はこの家の鍵をテーブルに叩きつけておくと、そこを出て行った。それから私は本当に訴える準備を進めた。費用はある。遺産だ。こんなことに使いたくないお金だけれど、こうなってしまっては仕方がない。弁護士の男性は同情的だった。私の所持品がなくなっているところの写真を撮ったのはいいことだと言ってくれた。それからことは順調に進んだ。夫はどうやら本当に私には遺産などなくてお金に困っているはずだと思い込んでいた。誹謗中傷や夫としてするべき精神的なサポートの不備などの慰謝料や処分された私物の費用など、夫に請求される費用は膨大な金額となった。当分というよりもほとんど一緒、安酒で我慢するしかないような金額となった。請求金額の桁数に驚いた夫はようやく正式に謝罪した。本当にすまなかった。申し訳ないと続けて謝るが、私は少しも譲歩する気にはなれない。早くからこうするべきだったのだと思った。弁護士が話を切り上げようとする。打ち合わせ通りに簡潔に済ませるために、謝罪後は事務的な説明に入る。それからは弁護士の仕事だった。最後にかける言葉としてふさわしい文句がいくつか浮かんでいたが、この場に適したのは一つしかないように思われた。だから言ったでしょ。困るのはあなたの方だって。そう言って夫を一別すると、夫は深くうなだれていた。それからは弁護士の淡々とした口調によるこれからのことが語られた。その間に夫は少しも顔を上げようとしなかった。弁護士が何度も聞いていますか？把握できていますか？と尋ねるのに、夫は力なくはいと答えるだけだった。私はそれから父の墓前で離婚した報告をして、おじたちにも同様の連絡を入れた。そうか、そっちの方が良かったと思うよ。今は落ち着いているのか？今はゆっくりしてる。仕事もそんなに忙しくないから、疲れもそれほど溜まってないの。今度みんなで食事に行こう。その時にたくさんのことを話そうか。それじゃあまた。おじたちはとても優しかった。職場の人たちも父が亡くなってからの激動の私生活をおもんぱかって気遣ってくれたらしく、難しい仕事を私に回さなかった。そして約束通りにおじたちと食事に行って楽しい日々を過ごしていると、ある時に連絡が入った。元夫からだった。申し訳ないんだが、月々の支払いを少しだけ待ってほしい。今生活が苦しくってな。そんな文面のメッセージが3通も送られてきた。何かあったの？いや、
最近途端に仕事が減ってな。給料があまり良くないんだ。仕事もうまく回らなくなってるし、最近妙にみんな冷たい気がするんだよ。それから1ヶ月後に、夫は解雇されたと連絡してきた。支払いは？同じような文面のメッセージが送られてくる。私は既読だけつけて、もしも支払いの義務を怠った場合の例を弁護士から聞き、返事をそのまま元夫へと送りつけた。元夫が突然ここまで連絡していったのには理由がある。私はそれを知っている。それは父の葬儀に出なかったからだ。父は長年建築関係の会社で仕事をしていて、ほとんどの仕事を一人でこなしてきた。そのために様々なつながりがあって、そのつながりのためにいくらかの手が回っていたのだ。当然ながら、元夫の仕事先の取引相手や職場の上司、社長、依頼会社なども父と知り合いだったのを私は知っている。葬儀の際にしっかりと挨拶をしていて、そこにいない元夫の評価を改めたに違いないのだった。それに、叔父もその界隈では顔だった。無職になったと教えられて、今後の相談がしたいと言われたときに、私が場所を指定するのを条件に応じることにした。会った時の元夫の様子は貧相で、かつての様子は見る影もなかった。酒は飲んでいないようだった。会ったのは隣が交番の喫茶店で、角の席を選んだ。元夫の頼みは初めから終わりまで支払いに猶予が欲しいということだった。その後には最近の暮らしがとても苦しいことばかりで、弱音ばかりを吐いている。もう聞くに耐えなくなって私は立ち上がった。父からの遺産はたくさんあった。それでもお金以上の遺産を残しておいてくれたのは本当に感謝しなくちゃならないと、今のこの人を見て思った。ここの支払いは私が持つ。コーヒー一杯分くらいは選別だと思うから。だからあの時の仕返しをしてやろう。私は立ち上がって、ここは私が持つから、と優しく言った。たっぷりと余裕を持って元夫を見下ろす。彼はニヤッと笑っていた。何か言おうとしたのを私が遮って顔を近づける。吠え面かきやがれ。私はさっそうと喫茶店を出て行った。風が気持ちよかった。交番の近くを選ばなくてもよかったなと思った。交番の前を男の子と女の子がランドセルを背負って歩いていくのにすれ違った。天国の父に孫の顔ぐらい見せてやりたいと心から思った。婚活頑張ってみようかな。